はい、皆さんこんにちは。アニメ職の室井康です。今日の話はですね、イメージがですね、上手くなるために必要だよねって。まずね、イメージって何なのかって話ですね。絵が上手くなるためのイメージって、めちゃくちゃ簡単に言うとですね、人間の体の形ってある程度比率がまず決まってるんですよ。手足の長さとか体の大きさとかね、基本比率ってやつです。これがまずぐちゃぐちゃだと、その人に見えないですよ。そのキャラに見えないですよ。自分は美少女を描いてるつもりがおっさんみたいな体型になっちゃってますけどみたいなね。やはりその自分が描きたいと思ってる体型の人がどんな比率なのかというようなですね、もうこれもね、ある種のイメージですよねを共有しなければ自分の描きたいものにならないんですよね。っていうのがまずね、ノウハウをある程度知るっていうのがですね、このイメージなんですよね。でイメージイコール、意識しなければいけないことというふうに、言えるかなとは思うんですけれど、で上手い人ほどですね、この意識してることが簡単に言うとめちゃくちゃ多いんですよ、ね、だけどもう意識してることってそんなめちゃくちゃいっぱい、ね、あっても同時にできないじゃないですか。じゃあ上手い人ってどうしてるかっていうと、ほぼ無意識レベルでやってるんですよ、今言ってたことを。いや、その無意識レベルってそれはね、いきなりみんなできるようになったわけじゃないんですよ、ね、それは自分でしっかり測ってだいたいこのぐらいかなっていうのをね、いちいち意識して、ひたすら意識してイメージして、それを繰り返し行って初めて無意識レベルでできるようになるんですよ。僕はね、こういうのを伝えるときに、例えば大道芸人っているじゃないですか。ああいう人がですね、ボールを投げてジャグリングするじゃないですか。ああいうジャグリングもさ、最初に3つとか簡単にやりますよね、ボールで。でそれが徐々に複雑になっていって、ボールが5つになったり、それがですね、ナイフと、別の形のものでぐるぐるやり始めるよね。皆さんも縄跳びとか覚えてるかな。最初は普通にただ飛ぶだけをクロスさせてみたりさ、二重跳びしてみたり、だんだん複雑になるでしょ。でその時にまずただ普通に飛ぶってのができないのに、いきなり二重跳びできないじゃないですか。それと同じで絵も全く同じなんですよ。絵も最初に意識しなきゃいけない優先順位ってのがあって、そこからいきなりですね、いきなり難しいことは無理なんですよ。できないんですよ、ね、やっぱりね、上手い人ほど基本がしっかりします。そういう基本が適当な人なんかいないです、マジで。はい。でその基礎の、積み重ねとか組み合わせがあって初めて、上手い人はですね、そのより複雑な、あるいは難しいことを意識する、ね、でね、じゃあイメージは何かと言ったらですね、これに尽きるんですよ。今日の結論ですね。そこに人がいると思って書いてるんですよ。そこにキャラクターがいると思って書いてるんですよ、ね。でこれに必要なことがさっき言ってたようなキャラの基本比率、ね、そこにいると思って書く、ね、そのためにはまず、比率が間違ったらそこにいるような感じがしないじゃないですか。その絵の中にそこにキャラがいると思って書くためにはですね、書くためには見て書く必要がある、調べて書く必要がある、必要とあればパース線が必要であるっていうね、ありとあらゆることというのはそこにキャラクターがいると思って書くために必要なことだったんですね、実はね。なんか知らんけどここら辺にアイレベルを取って小出演があって、なんか知らんけどでも他人事でですね、絵描いてるとですね、やっぱなんか知らない絵になるんですね。ぼやーっとしたですね、面白くない絵になるんですよ。そこにはですね、意思がないんですよ。こういう風に描いて人に伝えるっていう意思がない、つまらない絵になってしまう。でそれに対して上手い人っていうのは、なんでここにアイレベル取ったのか、なんでここが小出演なのか、そしてなんでこの窓が圧縮しているのか、全て説明ができる。いやごめん、説明できないかもしれない。僕みたいにねベラベラ喋るタイプの絵描きばっかじゃないんで、ロジックで全部描いてるとは限らないんですけど、ただなんでそうしたかっていうね、イメージがあるんですよ、ね。なんでそこをそう描いたのかっていうですね、ちゃんとイメージを持って描いてるから、画面の隅々まで緊張感があるじゃないですか、上手い人の絵って。うわー、全ての
場所にですね、何らかの意図があるんだろうなというですね、意味は分かんなくてもその緊張感は伝わってきませんか。要するに間延びしていないっていうね、全てのものにちゃんと意識が行き渡っている、全てのものがイメージのちゃんと形、自分でどういうことをイメージして書いてるか。もちろんね、これもね、人によってその受け取る情報量っていうのがやっぱあって、だんだんこれもですね、絵が上手くなってくるに従って、一つの絵から受け取るイメージですね、それこそ情報量っていうのはですね、徐々にやっぱ分析がですね、できるようになってます。僕も全然描けない時よりも今の方が絵をですね、より深く理解できるようになってると思ってます。なんで偶然適当にね、まぐれでうまく描けることまずないんですよ。自分がイメージしたものしか絵にならないんですよ。残酷なんですけど、これが真実ですよね。なのでぜひ皆さんですね、そんないきなり難しいですねことはできないんですが、まずやっぱ基本規律を守るとかいうところから始まって、パースとかそういう応用的なですね、空間立体、そういうね、あるいはレイアウトとかね、そういう応用的な、絵を描く工程になっても、最終的にそこに常に人がいると思って描いてください。他人からどう見られるかの方が優先してませんかって。いや、それは商業的なね、絵を描いたりとか、あるいはね、バズったりするために必要なね、もちろん要素かもしれないですけど、まず一番ね、他人に見せるっていうんであれば、むしろ自分の中でそこにキャラクターがちゃんといるっていうことをどこまで意識できるか、ね、イメージして描けるかの方が重要です。はい、皆さんこんにちは。アニメシュークの室井康夫です。今日はですね、自分が何をしたいのか、どんなことをやりたいのかってことをですね、発信しないのはとてももったいないよっていう話をしたいと思います。クリエイターは肩書きでどうこうなるもんじゃないんですよ。むしろ今発信してることがきっかけになって、物事って進んでいくんですよ。〇〇大学に入ったとか、〇〇会社に入ったとか、あるいはですよ、その延長線上でというかですね、同じ発想で同じ思考法でですね、アニメシルクに入ったら、入っても何にもなりませんって自分から発信しなければ、あなたはそれやりたかったんだみたいな、誰も知りませんから。あなたの心はあなたしか知らないんですよ。でそしてですね、あなたの心自体もそれをですね、表に発信しなければ忘れちゃうんだよね。なんか昔ね、ちょっとでも絵とかそういうのでなんか食っていけたらなってちょっと妄想したこともあったけど、なんかどうせ無理だと思って諦めて、普通に大学入って普通に就職したんだけど、これじゃなかった気がする。これじゃないかん、すごいなみたいなこれ人生あるあるですよね。いや、僕の人生にはそれね、大学生ぐらいでやめました。要するに他人に流されてる状態です。簡単に言ってそれってね、自分の人生自分に全然主導権ないんですよ。で自分で発信するって何かっていうとね、自分の人生を自分に主導権を取り戻すって話なんですよ。簡単に言うと、気づいたらなんか知らんけど他人に主導権取られてるんですよね。でそれは何でか、そうですね、自分がやりたいと思ったことね、恥ずかしくて言わないからですよ。めちゃめちゃシンプルなんですよね。あとね、これも大きい。自分って何なんだろうかっていうのはですね、発信しないとこれもやっぱ分からないんですよ。初期値っていうのが自己発信してる、あるいは自分の思ってることを常に行動していると、実はね、仮に誰かにバカにされたり、なんかこう足を引っ張られたとしても痛くも痒くもないんですよ、ね。だってどうでもいいじゃん。あなたはそう評価するんですね。でも僕はそうは自分のことを評価しません。それだけなんですよ。だからさっきも言ったよね、自分で発信していくこと、自分の思ってることを言っていくこと、自分のやりたいと思ってることを言っていくことっていうのは、簡単に言うとですよ、自己肯定感ってやつですね。やっぱ自己肯定感上がるんですよ。自分のやりたいことっていうのがね、はっきり発信してれば、僕はこういうのをやりたいんです。でそれはですね、実はレベルの差はないんですよ。世の中的に、要するにその人が稼いでるのか稼いでないのか、偉いのか偉くないのかね、世の中的な評価なんか関係ないんですよ、実はね。自分はこれやりたいんです。でこれをやってますっていう人はですね、もう最強なんです。ある意味もうその時点で
もうその人をね止める何者もないんですよ。やりゃいいんです、それはね。そうただそれだけなんですよ。その人は楽しいんですよ。なんでかっていうと、自分が何をしたいのか、そしてそれを今やってる。何の矛盾もないんですよね。自分のその中で矛盾がないんですよ。本当はこうだったのになとか、自分はそんなこと本当はやりたくないのになとかね。でもなんか知らんけど今こうなっちゃってんだよな。これ自己矛盾ですね。自分の中でなんか本当はそうじゃないのに、なんか知らんけどこうなっちゃったみたいな、こういうですね状態の人ってやっぱ自己肯定感っていうのかな、自分に対する評価も下がってくるんですよ、どんどんね。なおかつそんな時にですよ、お前なんかどうせそれ大したことないよってちょっとねちょろっとでもですよ周りに叩かれたらどうなりますか。自分の自己肯定感がそもそもやりたいことできてないグラグラの状態なのに、それでですねちょっと周りにですねちょっと疲れたらどうなりますか。ぶち切れますよね。もう我を忘れてぶち切れるか、ネガティブになってどうせ俺なんかというですね負のスパイラルに入るかね、どっちかになると思います。だからやっぱ自己発信ってねめちゃくちゃ大事なんですよ。でいや今までそんなね負のスパイラルの人生でしたっていう人はですね、これもね難しいんですよ。自分の思い込みの打破ってどっから始まるのって言ったらですね、結構ね何を恥ずかしいと思うか思わなかろうからね案外始まるんですよ。そもそも自分がなんか下手なくせにうまくもないくせにそういうのやりたいとか書いてますとかいうのが恥ずかしいからね。そういうですね自分が恥ずかしいと思ってることが多分ずれてます。その今うまくいってない人全般、恥ずかしいことは今下手なことじゃないんだよねっていうことですよ。むしろ今下手なことじゃなくて、自分のやりたいこととか自分の気持ちをですね表に出さずに隠し続け、自分に対して偽り続けてる今そのものが恥ずかしいのであって、今下手なことっていうのは結果論なんだよね。そんなのはある程度ですよ、数をこなしたりある程度そのちゃんと学んだら解決できていくはずのことなんだけれど、それを放置して、自分に対して偽ってる状態、これが一番恥ずかしいんだよね。そもそもはいや恥ずかしいはずなんですよ本来は。なのにそういうのをやりたいって言ったらバカにされるんじゃないか。で仮にですよそれをバカにしてた人たちちょっと見てください。全然楽しそうな人生送ってないと思うんですよね、そういう人って。今日はですね組対を下敷きにしようっていうね話ですよ。これ何かって話なんですよ。そもそもそんなことして上手くなるんですかとか、それズルですよねとか、もうちょっとゼロから描けるようになるコツを教えてください。あとね髪の毛の描き方を教えてくださいとか、服の描き方を教えてくださいとかいろいろあるんですよ。全部ね組対に集約されるんですよ。結局は土台がしっかりしてればその上に乗るですね髪の毛は当然いい形になるんですよ。髪の毛がうまく描けてないんじゃないんですよ。その下の頭の形が多分変なんです。その表に見えている髪だったり服だったり、そういう部分にですね目がこう引っ張られるっていうのかな、囚われていて思い込んで、それがうまく描けないからうまくないんじゃないかなと思っちゃうわけですよ。いや違います。もっとね土台ベースの形一回これね体験してほしいんですよね。ここの思い込みの差は多分創作する上での根本的な話なんですね。それは何かというと、絵はオリジナリティや個性が大事でゼロから描かないと意味がないっていうふうに考えている人方やですね、いや絵っていうのは組み合わせに過ぎないんだよね。シンプルに素材を集めてそれをどう料理するか、この考え方の違いなんですよ。でもですね皆さん料理に関してはですよ、素材を買ってきて、スーパーで買ってくるよねみんなね。そして今だったらクックパッド見ながら調理するよね。これ料理だったら皆さん何の抵抗もなくやってるんですよ。しかしですね絵をゼロから描こうって人はどういうようなことしようかというとですね、まず豚を買います。その豚の飼育の餌も自分で作らなければ気が済みません。
これする人あんまいないと思うんですね。なのに絵はそうしようとするんですよ。不思議ですね。はい。やってることはそういうことなんですよ。ゼロから絵を描くっていうのは、これからカツ丼食いたいから豚を締めに行くのと同じなんですよ。なんか言葉は悪いですけれどね、そういうことですよ。ゼロから絵を描くっていうのがいかに不毛なことか、そしてすごい遠回りで、もう今美味しい素材がスーパーに売ってんだよ。もうそこそこのいい形の素体がアニメシルクのブースに売ってんすよ。これスーパーに売ってるのと同じですよ。もっと便利ですよ。オンラインで買えるからね。もうそれ下敷きにしちゃっていいですよ。全然ずるくないんですよ。やってみてください。そうは言っても美味しいカツ丼もまずいカツ丼もあります。その差は何か、ちゃんと正確に忠実にそのクックパッドの通り作った人、途中でこれちょっと違うなって勝手にオリジナルアレンジを加えてしまう人、はい、ここでですね、同じクックパッド見てるのに同じ素材使ってるのになんでこうなっちゃったかなっていう人いますよね。これほとんどがですね、下手なアレンジ途中で加えちゃったからです。そうするとね、大体まずくなります。やはりこのね、下敷きにするっていうのがですね、めちゃくちゃ大事なんですよ。でそれによって形を覚えることができるんですね。で大体これがですね、抵抗感がある人が多いんですよ。いいですよ、最初は抵抗してください。もうガンガン抵抗してです、そんなのやったらうまくなんねえやってね。でもね、結局ね、今うまくいってる人、成功してる人ね、120% そこに行き着くんですよ。全員がですね、同じ結論に最後至るんですよ。今は一つのね、キャラクター素体の描き方って話なんですけれど、これもうちょっと広く、見たらですね、シナリオもそうなってんだよね。漫画の構成もそうなってんだよね。要するに素体なんですよ、ね、決まったパターンがある程度あるので、それに乗っけないと面白く作れないんですよ、ね、人体だったら、ある程度の比率が決まってるでしょ。もうパターンだから覚えてくれってそうなってんだよ。みんなそれがいいって言ってんだよ。で多分みんないいと思ってそれだから書いてんだよってねもうそういうもんなんです。僕らがそれを美しいと思うという文化なんです。ああそれいいね、かっこいいね、かわいいねってみんな思ってるじゃないですか。なので有無も言わさずそれまず一回吸収しましょうよってことですよね。有無も言わずにっていうかな、もう身も蓋もなく一旦それを吸収しましょうね。そしたらそこから応用がいくらでもできるようになるからなんですよね。逆を言えばですね、今応用力がないんです。なんか毎回ちぐはぐだし、毎回リセットされるような感覚があるんですよって人、やっぱりね、基本の型がね全然できてないからなんですよ。何が要するにいいのか悪いのかっていうもう感覚がぐちゃぐちゃで、毎回リセットされる。そしてなんか毎回この日はよく描けた気がする、この日はいまいちな気がする。日によって全然クオリティがバラバラ。それはですね、自分の中で頭の比率こう、体の比率こう、このねセオリーパターンがですねないからですね、毎回リセットされちゃうんですよ。そうするとですね、毎日書いてるのに全然積み上がっていかないんですよ。でこの素体とか、人の技術を吸収するっていう風に、全振りするんですよ。でそしたらね、話早いんですよ。もうやるだけなんですよ。その形を覚えるだけなんですよ。その形を覚えるためにはどうしたらいいんだろうってことを今度考えるだけなんですよ。そうするとですね、今まで体一体描くのにすげえ苦労してたのに、気づいたらね、さらさら描けるようになってるんですよ。アニメ私塾を受講している人はですね、気づいたら1年後2年後にですね、あれあの時は顔もろくに描けなかったのに、気づいたら全身はとりあえず描けるようになってる。これ全身でもですね描けるようにならないですよ。人によってはですね、10年かかっても全身描けない。なんでかって言ったらですね、体の比率とか特に考えてもいないからですよ、日々なんとなく。そしてですね、毎回なんかポーズとかいろいろね考えちゃってね、いろいろ作るんですよ。こうなんか見栄えのする、もちろんそれも大事なことなんですけど、基本的な体の可動ポイント全然わかんないのに、いろんなポーズいろいろつけてみてください。何も残りませんからマジでそう毎回ちぐはぐっていうことになってくるんですね。だからこれね、うまくならない人の特徴は毎回リセットされて何も残らない。その理由はですね、何かを参考にする、下敷きにするってことをしないので、結果としてね、毎回自己流で書くから自分の軸ができないんだよね。じゃあ話していきましょうか。
そう絵の違和感を放置しないっていう話なんですよね。この前もそうだし今回もそうなんですけど、割とですねやはりね新しく熟成になってくれた方向けの話かなと思ってます。はい、絵を勉強していく上で絶対欠かせないポイントなんですよ。すげえお手軽で一瞬にですね上手くなるコツを教えてくださいってねみんなよく考えがちなんですけど、ないそんな方法はない。多分アニメ主軸は割と最短な方だと思われます。まあ1年ねキャラコースちゃんと受けた人が結構上手くなってますから、目に見えて上手くなるってこと自体が絵の上達においてはありえないんですよ普通そうありえないんですよ。まずみんな上手くなんないから絵なんか正直。なんでかっていうと今日のテーマと同じですよ。なんか変だなでもまあいいやって、これですよ。もうこれが上手くなんない理由ですよ。はい、もうこれだけですよ。なんか変だなって思った時点でサジ投げたら終わり。もうめちゃめちゃそれだけの話。もうそここだわりましょうよって話。そここだわんないで、なんかコツないっすかみたいな、なんか上手くなる、なんかもうちょっとこう早くなんか気の利いたやつないんすかみたいな、ない。そうなぜかっていうと、絵っていうのはその認識、その人の認知イメージの形にしたものなんですよね。なのでその自分の認識っていうのはその人がものをどう捉えるかという、まずは見る、捉える能力っていうのがですね、まずずれてたらダメなんですよ。でさらにそれを手元で再現というのかな、形にするっていう時点でずれてたらダメなんですよ。これはめちゃくちゃ時間がかかる。どのぐらい時間がかかるかっていうと、体重減らすよりはかかんないかもしれないでもそのぐらいね身体的なんですよ。筋肉をつけるとか体重を減らすとか体のことってさ、そんなに簡単に5キロぐらい痩せないよね。どっちかっつってね、ロングスパンの長期戦なんです。ロングスパンの長期戦の中で、いやでもちょっとでもやっぱ趣味な中でもやっぱ上手くなりたいですよとかね、将来ねできればちょっとプロとかそういうのもねなれたらいいなって思ってる人がねやっぱりねアニメ主生は多いですからね、そういう人に向けてですね、あるいはそういうことをねこれからやりたいっていう人向けに話すとですね、もうめちゃくちゃ大事なのは違和感に目をつぶらずに、いかにそれを毎回まずは自分なりに潰せるか。はい、自分の中で違和感がこれあるな、なんか変だなと思ったら、まずねその位置ね、例えばね左右のバランスどうしたらいいんですかって言ったらですね、ひっくり返したらいいんですよ。多分分かってるはずです本人ひっくり返しゃいいだけだし、反転すりゃいいだけだし、左右交互に書いていくっていうのもあるよ。だけどこれもねやっぱり一朝一夕で簡単にできるわけじゃないから、それも交えつつ、ずっと左右のバランスが良くなるようにただそれを意識するしかないんですよ。絵が上手くなりたいんですけどっていうのはですね、なんでしょう、こう一瞬で自分でなんかできるようになるっていうより、みんなね安直なですね簡単な答えをね皆さん求めたがるのはねすごくわかるんだけれど、ほんとねちょっとずつなんですよね。自分の意識してないことが一番の弱点なんですよね。ここがですね結構致命傷です。だから違和感ね1ミリぐらいでも感じられる部分はですね、まず自分で潰すのは当然のことです。だけどもっと大変なのは分かんないことなんですよ。むしろ意識できてないこと。意識できてる弱点はとっとと潰してください自分で。問題はもっと意識できない分からない違和感です。変なのは分かってる、なんか可愛くない、かっこよくない、なんか上手い人となんか違うのは分かるが、何が変か分からないっていうです。これ地獄のような苦しみじゃないですか。プロに見せるっていうのが一番早いと思います。自分で違和感があるけれどその先の解決方法が一切分からない、ちょっとぐらい分かるね解決方法ってみんなあるじゃないですか。さっきのやつとか、もうそれはね積極的にやってください。あなたがその1ミリの違和感に気づいたら、あなたの知ってる範囲の中でおそらくはそうだろうというですね、しかし面倒くさくて目をつぶってる一番やりたくないこと、これが解決方法であって、それ以上にお手軽な方法はないです。なんだかんだと面倒くさがってませんかっていうことですよ。
他の部分を面倒くさがって表層でうまく見えればいいのにな、もっと簡単に楽にうまくならないかな。いや誰でもそう思いますよね。もちろんそりゃそう思いますけれど、これやっぱねないんですよね。気が利いた練習はないんですよ。そんなに簡単にうまくならないんですよ、絵は。なんでかっていうと、さっきも言ったようにね、認識そのものだから。そしてその人がこの世界をどう見てるかってことそのものが絵を描く本質なんですよ。でそれはなかなか変わんないんですよ。何が変わらないかっていうと、絵が上手くなることが変わらないんじゃなくて、その前の考え方が変わらないんですよ。このね、考え方がねめちゃくちゃ重要なんですよ。そこが絵を描く前の段階として、考え方が変わらなければ描き方も変わらないし、上手くなることはないんですよね。今日の話はね、自分の絵の下手さをまずね、自覚して開き直ろうねっていうような話をしたいと思います。まず結構ね、うまく描けなくて残念ですとかがっかりしましたみたいなね、なんかどうしようみたいな人は結構いるんですけれど、自分に対してまず期待しすぎなのと、あと今上手い人がなんとなく不意に上手いっていう風に思ってるんですけど、その人たちは多分ねその前にすごい量描いてるんですよ。今まで全然絵を描いてこなかった人にとっては1週間に1回ぐらいの頻度ではそれほどうまくならないと思います。1週間に1回飯を抜いたからって痩せないでしょ。それと同じですよ。身体性に結構関わるもんなんですよ、その絵って。なんでかっていうと、絵を見る目っていうのかな、認識する頭っていうのもこれ癖があるので、それをね、絵が描ける状態に更新していくためには結構な頻度で描かなきゃいけないんですよね。だからそれなりに描かないとうまくならないんで、自分が今うまく描けなくて残念です、がっかりですって人はですね、まだそんな描いてないからしょうがないじゃないっていうのがですね、まず僕の意見ですね。で、絵にがっかりするっていうのはですとか、うまくなって残念だと思うのはですね、自分に対しての過剰な期待があったんではないんでしょうかと。少年漫画とかでよくさね、実は天才なんだけど今までたまたまやらないでいただけでちょっと描き始めたらなんか覚醒してどんどん上手くなるみたいなさ、実は〇〇の天才でちょっとやったらすごいことになっていきましたみたいなないごめんなさい、もう1万分の1ぐらいの確率です。それないです、皆さんにとって。それまずそんなことを前提に進めてはいけません、はっきり言って。だったらもう今うまいから、そういうですね神頼みというか、何か奇跡頼みみたいな状態を前提にですね、まず考えないということです。まず自分はまだ今までね、僕が18歳の時そう考えてたんですよ。そう考えるっていうのは、まず僕は18まで大して絵を描かないできたわけですよ。自分が今ねレジェンド級に上手くないんだから、だったらそうじゃないんだっていうのをまず受け入れるしかないんですよ。でそんな自分でもうまく仕立てるにはどうしたらいいか。うまく仕立てるっていうのはですね、僕の場合は完全に絵を描くっていうことがアニメーションを作るということと直結してたわけですよ、ね。アニメの素材を作れたらいいくらいの感覚で僕まず絵描き始めてるんですよ。だからアニメーションを仕立てる上で要するに下手くそに見えなきゃいいんだよっていうねもうこういう発想から僕絵描いてるんですよ。だから上手い人の動きをなるべくそのまま下敷きして使うし、上手いカットをなるべく見ながら描くし、上手い人の絵を見ながらねなるべくそれっぽくなるように描くと。何も見ないで描いたら全然描きはしないです。そうは言ってもやっぱり室井さん結局才能あったんじゃないんですかっていう風にね言う人いますよね。それはねゼロではない。それはゼロではない。そう、めちゃめちゃ才能があったかっていうとそれは、そんなにないというふうには思うが、多少はあったんでしょうよ。今こうやってんだからね、ある程度。だけどそれは僕は他との組み合わせでなんとかここまで持ってきたって感じですよ。そう10年前の僕そんな上手くないと思います。今自分で見てもそう10年前のアニメ業界にいた頃の僕ね、今見るとそんな上手くないですよ。最近かなと思います。俺結構上手いかもしれないって最近ほんとここ5年ぐらいです。僕が
なんかちゃんとまともに絵が描けるような気がしてきたの、ほんと。それはやっぱ素体をたくさん描いたってことかな。素体をたくさん描いたからやっぱかなり一発に近い感じで自分のなんか思ったところに線がいくようになったのってほんと35過ぎてからですよ。ほんとマジで僕なんて。そうだから15年間ぐらいかかってるんですよ。自分が思ったところにヒュッと線がいく、そうなんていうのは15年はね最低かかってますよ。なのでそんないきなりねポーンとね描けるようにならないです。ただ僕は15年後に自分が上手くなるというね超ロングスパンまでは考えてはいませんでしたが、少なくともそれをしちゃ上手くならないよっていうことはなんとなく直感的に分かっていたので、それはやっぱ避けて常にこれやってたら、いつかは上手くなんだろうっていうですね、絶対上手くならないことだけはやらないようにしてました。ちゃんと見ないで適当に書くとか、これ絶対ダメです。この原理原則を守らないで数ヶ月数年あるいは10年20年って経つともう無理なんです。無理っていうのはもうあなたはその世界では上手いと言われることはきっとないでしょうってやつですね。逆に言うと上手い人っていうのはそれをずっと繰り返してる人なんですよ。その原理原則を絶対守ってる人、これは間違いない。本当これだけは間違いないです。本当それをずっと繰り返してる人ね。だから自分20年ぐらい書いてるのに全然上手くならないんですよって人、それはですね多分この原理原則守ってないです。趣味で適当に楽しむ前提でやる分には全く問題ないんですけど、ただ何かそれを商売にしたりとか、あるいは人にうまいって言われたい思われたい、あるいはもっとうまいレベルのものを書いて満足したいって言うんだったらやっぱりこの原理原則絶対守んないと無理です。本当絶対無理です。上手い人共通の部分っていうのが絶対あるの。なんで最初開き直って自分がある程度下手である自覚を持つことが大事かっていうとですね、その後する行動が全部変わるからです。自分の頭の片隅にですね、自分は天才かもしれないとかね思ってる人と、いや俺は今まで全然書いてこなかったんだからまず超下手くそなんだよねっていうところで書くであろう絵が変わるんだよ。この後ね、その後のアプローチが全く変わるんですよ。自分が超下手くそだっていう自覚がないとですね、やっぱりね難しいことやるんですよいきなりね。そこで自分っていうものがどの程度なのかっていうことがまず分かってたら、やることってすごい簡単なことやるはずなんですよね。なんで書けないのって、書いたことないからでしょう書けないのね当たり前でしょ。だって書いたことないんだもん。だから見て書くに決まってんじゃないですか。そしたらずっと見ながらじゃないと書けなくなるでしょ。じゃあやっぱり見ないで脳みその中のイメージをですねうなりながらですね絞り出す練習しといた方がなんだそれって具体的にそれはどういうことなの、それを絞り出す練習って何、これ分かんなくないですか。具体的にさ無理です。それ俺はそんなの無理だと思いました。それができるのはですよ、今までもうありとあらゆる絵を模写したりデッサンしたり、実物のものを描いたりね、もうあらゆるパターンを描き尽くした巨匠の悩みですよそれ。なんでそれと同じことをあなたが今素人でこれから描き始めた、あるいはまだそんなに形に自分でなってないなと思う人がやるのって、本当の実力なんてないんですよそもそも最初からね。だって今描き始めの人なんだしね、本当の実力とは今描き上がったものです。今どんな手を使ってでもいいから描き上がったもの、これがあなたの本当の実力です。そんな感じであなたがどのステージかによって自分に必要なことをやってくださいってことですよ。でまだ書けないのに世の中に自分の看板で勝負しようなんてのもやっぱ無理でしょ、どう考えてもね。自分のどのステージかに合わせてぜひ皆さんですねアプローチをねしてってほしいなと思います。